にちは。今回は推しの子第32話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。さすがのルビーちゃんをこれにはブチ切れ。ルビーのブチギレ初めて見た。愛とルビーの気持ちめちゃくちゃ踏みにじってやったことが重曹のスキャンダル隠蔽て。重曹はどうでもいいとは言わないが、カードを切る口実で茜が言ってたように復讐に踏み切っただけなんよ。重曹がうかつだったのが元凶ですよね。茜ちゃんとはあれでおしまいで完全に別れたんか。アークはいきなり死んだ。早っ。すぐ死んだ。ああこいつか。2期のラストでやられた人か。うわがじゃあこの後亡くなったんだよね。貴重な山があるが、宮野がおとなしいだけのキャラを演じるはずがないと思った。そういう性癖か。ゆらちゃん即退場かよ。ひどいわ。殺人鬼なの。ドーマの人間時代かな。とんでもないサイコパスいたね。そういう性癖だったのか。シリアルキラーなのか。基本的に自分で手を下さないからシリアルキラーとは違う。才能あふれる若い女を殺したいだけの快楽殺人鬼だとありきたりだな。なんで殺されたのかよくわからん。人気絶頂の女を殺すのが好きなんだろう。まあ原作通りにやるならちゃんと説明ある。どうせ宮野だからゾンビ7号として生き返るんだろう。サイコパスやんけ。やべえやつだ。山中じゃ防犯カメラもないし突き落としても証拠がないよね。あとは海だな。漁師は怖い。サイコミミヤナか。変態で安心した。もう壊れてた。いやずっと壊れてたのか。高橋理恵、長谷川育美、若手声優もどんどん作中で死に役を演じるようになってきたか。長谷川育美って何歳なんだ。ラスボスを安っぽいシリアルキラーにしてどうするんだよと思った。安っぽいんだけど攻めあぐねる。死亡有利より死んでる。ミヤノってシリアルキラーなのか。愛殺したのもこいつなの。才能摘み取ると喜ぶ系かな。まだ動機がわからないな。アイドル辞めるって意味わからん。何のために愛の暴露したんだよ。重曹の全盛期。なんで解決したみたいに話進んでるのか理解できねえぞおい。重曹のスキャンダルが乗らなかったからだろう。もっと大きな話題あげるから。重曹ちゃんのスキャンダルは取り下げてねって取引した。最近のエンタメ業界のちょっとした炎上は漫画ワン事件で全部どっか消し飛んだでしょ。それな。しかも重曹はこの後も島間と関係持つしな。小学館ネタ見たかったな。セクシー田中さんとフジテレビネタはやったしな。重曹の最後の輝き。有馬さ、一番迷惑かけたルビーに謝るぐらいはしろよ。ルビーと重曹ちゃんで険悪になったりしないのかな。ただもうこの手は二度と使えないから次スキャンダルされたら終わるな。お前には文句言う資格ねえよ。最初の頃は好きだったけど、もう最近はヘイトしか湧かないわ。アクアと重曹。なんかこうテイルズアビスとは別方向の地獄だな。ちゃんと物語として地獄やってるアビスに謝れ。俺は悪くねえ。狙って作った地獄とそうじゃない地獄は完全に別ジャンルだから。リエリーギャラ発生。リエリー久々のギャラ発生。高橋理恵ちゃんもそろそろ結婚するのかな。斜めになる覚悟をしておくか。今年32歳だってか。でももっと年上の91年組の多くが未だ独身だしな。高橋理恵の声も最近聞かなくなってきた。プリキュア出てるじゃん。重曹を守るために自分の出生の秘密を記者に言ったって展開だけ見たらまあまあ問題なさそうなのに、なんでちぐはぐ感あるんだろう。数話前まで有馬なら助ける必要ないだろうみたいなこと言ってたり、危険な復讐に巻き込みたくないからって彼女を振ったりしたから。重曹のスキャンダルよりも事務所にダメージいくのに周りに黙ってやったのと、そもそもスキャンダルが重曹の自業自得なせい。あと4話で終わりそうにないから完結は映画化。これコンクールでは完結しない感じ。2期ラストで半分くらい。最終は90分でやればいい。原作でもこの殺人いらなかったよな。何のために殺したんやって。
誰かを殺すのに理由がいるかい。目の星が才能の表れなんちゃう。才能目覚めたやつを殺したいんやろ。こいつ純粋にサイコパスならまだおもろかったんだけどな。安っぽいサイコパスが出るとなんかちゃうよな。こいつが殺人にめちゃくちゃ長けてる理由ってちゃんとあんの？絶対足つくとしか思わんのだが。行方不明扱いになる女優と最後に接触してるんやろ。警察動かないんか。まあこのままなら神木がなんでこうなったのかもそのままやるか。これ映画やって終わりなんか。映画やる前のおしなこ最大の盛り上がりところで3期終わりやろね。そんなんがあるんか。楽しみやな。めちゃくちゃ濃い回だった。ここに来て脇道にそれず復讐が組み立てられていくの見応えあるな。やっと復讐劇が本格化してきたな。激起こる B ちゃん。迫真の問い詰めゾクゾクしちまったぞ。自己犠牲中のアクアに無断で墓荒らしされたルビーちゃんがかわいそうだよね。ルビーちゃんと決別か。アクアはもう止まらないからよ。ルビーの激怒が見れて満足やで。俺もルビーちゃんにゴミを見るような目で見られたい。ルビーの演技すごかった。ほんと中の人上手くなったな。これは思った。最初全然微妙と思ってたが今回の演技相当良かった。ルビーがアクアと決別して去った後に、みやこさんが私も家族のつもりなんだけどって現れる新アニメだね。ルビー心配するの追加されてるのは良かったよ。有馬とアクアのイチャイチャカットはいい改変。ラストに向けて良い改変だと思う。カットされまくりで重曹の原型がないが、これでいいのか。枕炎上からのアー君が致命的だったからほぼ全てなかったことになった。この後本筋そっちのけのサブキャラになってるから、カットしても問題ないのが、アニメは数限られてる中ではありがたいな。原作の有馬はこいつ反省してんのかって感じだったけど、アニメはちゃんと反省してるように見えるからだいぶ頑張って改変したな。アニメは重曹ちゃんのヘイト管理成功ルンとか、アー君呼びがなくなったけど、そもそもインタビューなかったしな。漫画でも無理やり辻褄合わせたって感じだったし。ラスボスじゃねえかキラかよ。可愛いゆらちゃん即退場させるなんてひどいわ。金髪糸目は宮野に声似てると思ったら神木やったんかいわれ。ゆらちゃん可愛いのにもったいない。ゆらちゃんをどうやってやったの？デスノート。神木はひそかみたいな特殊性癖なのか。星野愛を超えるアイドルが生まれると困るからやってるのか。片寄ゆらって前に死んでなかったけ。また死んでるけど俺の勘違い。2期の最後にやったシーンだね。あれと今回のは一緒だから。だよね。時系列おかしくねって思ったから。登山計画書とか出してるはずなのに行方不明になるのすごい。まさにミステリー。ただの事故なら捜索されて遺体発見になるだろうけど、殺人なら埋めるなり移動させるなり隠蔽工作あるでしょ。登山計画書なんて任意だから。なんで高尾山に登らなかったの？全然人がいないマニアックな山登るからもう。電話でアクアが茜を止めなければゆらちゃんは死なずに済んだだろうに。本来茜がその役割だったのに代わりにぬっ殺されたゆらちゃん。なんかこれだと片寄ゆらが愛役になったから殺されたに見えるな。というか長谷川育美も相当高橋理恵に寄せてね。喋りのイントネーションのところが海っぽくなっていたね。片寄ゆらが茜みたいに愛を憑依させて演じるのかと思ったわ。神木にしたら愛に触れられるのはタブーなんだろうか。神木は目の光持ってるやつの光を奪うのが快感な殺人鬼なのね。動機が判明した。産婦人科医の目に星あったのか。あれは予定外でしょ。ゆらさんが夢を語ってるシーンは見事な死亡フラグの例だな。こうして見ると愛のカリスマ性がすごいわ。生きてたら女優としても大成したろうね。愛はやばいな魔性すぎるやろ。サイコパスやで絶対。嘘ついてない素の愛はやばそう。愛役なんて茜一択やんって思ったけど、トレースできるのはコアとルビー以外は知らんのか。原作だと最初から星野愛役の想定キャストは黒川茜なんだよな。途中でユラにも話が行くが音信不通に。アニメだと最初からユラに愛役を打診するから改変したんだろうね。茜はネクストブレイクワークだから、ユラのようなトップクラスの女優を主演に使えるのに茜起用はありえない。映画は興行だから適性より知名度優先。このまま映画編入れば愛はどこで区切るんだ。
ラストは映画だろうな。重曹ちゃんを100億の女にするぞ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。